皆さんこんにちは。今回は香川県の小豆島に行ってきましたので、面白かったと思った場所を紹介していきたいと思います。私は小豆島に行くまではオリーブの有名なただの島くらいにしか思ってなかったんですけど、実際行ってみたらとても面白かったです。あと小豆島の旅行で失敗だったなって思うことも紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。今回私は高松から土庄までフェリーを使って行きました。土庄まではフェリーと高速艇での行き方があるんですが、高松では高速艇とフェリーで乗る場所が違います。切符売ってたり待合所が違って、私最初高速艇のところずっとぐるぐる回ってて、こっちじゃないやと気づくまでがちょっと時間かかりました。で、時間結構ギリギリになってフェリーに乗ったような状態ですので、間違えないように気をつけてください。今ここに映っているのが高速艇の方の乗り場になります。番号で言うと3番ですね。で、こっち側の遠くの方に見えるレンガの建物、これがフェリーの方になります。ということで、港の感じがやけにかっこいいこのフェリーに乗って小豆島土庄まで向かいます。私が乗ったのは平日朝8時のフェリーです。人はあまり乗っていませんでした。あと、香川でそこら中で見る宿、ここにもいました。土庄の港に近づいてきました。港の近くには有名なごま油の工場があり、港に降り立つといい香りがかすかにします。小豆島は高松市の約20キロ北東の沖に位置します。で、小豆島は正確には土淵海峡の東側の島のことを指し、一般的には西の前島と合わせて小豆島と呼びます。最近ではからかい上手の高木さん、ここでロケをしたということで有名になっております。町長さんもその波に乗っかってますね。港の待合所にはロッカーもあるので、ちょっとした観光で来た場合などにはここに預けて遊びに行くというのもありかもしれません。レンタルの予約をしたスクーターを受け取り、小豆島を回ります。まず私が来たのは土淵海峡。世界一狭くてギネスに登録されています。この狭さ、川かと勘違いしますが、これ海峡です。海峡は土地と土地を分け隔てる海みたいな扱いなんですが、Google マップ上で見ても確かに分けてるような川みたいな、だけど海となっています。海峡っていうと有名なドーバー海峡とか、日本でいうと関門海峡みたいな、そんなイメージがあるんですけど、ここも立派な海峡です。で、ここの近くには迷路の町と呼ばれる場所があります。なぜ迷路なのか。この地区の個性的な街並みは、海賊から島民の生活を守るため、それから海風から建物や日常生活を守るために、意図的にこのような街並みになったようです。複雑な路地が迷路のようであるということから、迷路の街と呼ばれるようになりました。街の中を歩いてみると、確かに昔ながらの街並みというんですかね、路地裏っていうんですかね、そういった感覚がとてもレトロな感じで面白かったです。ただ、一般住宅もあり、なかなかのんびり見づらいというのもあるので、ごま油で有名な角屋製油発祥の地碑を見て次の場所へ向かいます。移動中、海側でちょっとした船着き場がある場所を何箇所か見ました。このちょっとした堤防ですけど、一つ一つが綺麗な場所にあり、とても絵になります。子供の頃、堤防で無邪気に遊んでたなとか、そういったことを思い出させるような場所です。次に来たのは池田の桟敷です。桟敷とは花火とかを見たりするような椅子という感覚です。ここは国指定重要有形民族文化財に指定されています。登っていいものかわからなかったので、下からしか見ませんでしたが、とてもすごい技術だと思いました。ちょっとした防波堤や桟敷もそうですが、少し丘の上に来ると、海、山の景色がとても綺麗です。これは国民宿舎小豆島の駐車場の近くから撮影した写真なのですが、駐車場からこの景色が見えるってすごい場所だと思います。道の駅の小豆島ふるさと村に寄りました。
ここでは小豆島で採れたすもものソフトクリームを食べることができます。1月なのにソフトクリーム食べるのと思うかもしれませんが、とても美味しかったです。すもも以外にもいちごが有名らしいです。次に私が来たのは小豆島オリーブ園です。オリーブと聞いてどういうイメージがありますか？有名な俳優さんが料理にオリーブオイルをドバドバかけるような、そういったイメージしかないんじゃないでしょうか。私はそうでした。そんな私ですが、このオリーブの木を見て驚きました。まさかこんなに低い木だったとは思いませんでした。あと冬だからっていう季節的なものもあるかもしれませんが、そこら中オリーブの香りがするのかと思ったら、そうではなかったです。もともとオリーブが日本に来たのは1800年代半ばあたりです。1900年代初めには小豆島へオリーブが渡り、そしてオリーブの実を収穫できるようになりました。農園なのでしっかり整備されているとはいえ、周りに見える木、オリーブの木がなかなか普段見ることができないので、すごく歩いていて不思議な気分になります。オリーブの原木と書かれた木があります。説明を読んでみると2世と書いてあるんですけど、1900年代前半に小豆島に渡ってきたオリーブの2世なので、樹齢はだいぶ経っているのではないでしょうか。丘の上の方に来るとオリーブに囲まれた道を歩くことができて、とても綺麗です。普段梅とか桜とかを見る機会は多いんですけど、オリーブってなかなか見ることができないので、とても貴重な体験ができました。あと、ここのお土産屋さんで買えるオリーブのチョコ、緑色のチョコなんですけど、とても美味しいので、ぜひお土産に買ってください。すごくおすすめです。そしておすすめはチョコレートだけではなくて、オリーブが使われたソフトクリーム。大好きソフトクリーム。これ美味しいサイダーもとても美味しかったです。本日2つ目のソフトクリームを食べ終わったら、そうめんを食べて次の場所へ向かいます。お昼ご飯は予約が必要なお店があるので気をつけてください。次に私が来たのは天狗岩帳場です。ここは岩が切り出された場所の名残であり、ダイナミックなすごく大きい岩の切り出した跡を見ることができます。小豆島って岩が有名なんですかね。至るところで山肌から岩を覗かせている場所を見ることができます。この天狗岩帳場は小豆島に残っている帳場の中でも大きい場所となっております。そして階段で上まで登っていきます。結構きついので歩きやすい靴がいいかもしれません。日本一高い石垣と言われている大阪城。その大阪城の築城の時に使った石垣の岩帳場となっています。そしてこの大きい岩は高さ17メートル、推定重量1700トンもあります。大きく切り出された岩がそこら中にあります。これだけ大きい岩バシバシ切ってたら、鱗滝さんも最終選別に行くの難なく許可を出してくれそうなほど岩がたくさんありました。この大きい石が転がってきたら怖いなぁと思う中で、岩を切り出し、外に運び出す、そういった技術力がとてもすごいと思います。次に私は希望の道を見に行きました。天狗岩帳場のところから海を見渡すと島があるんですね、一つ。ちなみにこっち側が淡路島の方です。この日は霞がかかってて見ることはできませんでした。で、天狗岩帳場から少し殿庄の方に戻ると、瀬戸内海国立公園の南風台があるんですね。これ南風なのか南風なのかわかりませんでした。そこから希望の道に行けます。南風台から坂を下っていくような形ですね。で、行ってみると本当にこっちの道でいいのかなと思うような場所を通ります。ただ看板が出てるのでこっちでいいんだってわかります。で、足元なんですがそこまで良くはありません。歩きやすい靴で来ることをお勧めします。海とか見るとすごい水が綺麗で透き通っています。美味しい魚たくさんいそうです。坂を下ってきました。道は出ていませんでしたが、このプライベートビーチ感がすごくいい。そして水も綺麗だし、
道もよく見えるので、とてもいい場所です。土野庄の港からだと、車やバイクを使わないとなかなかアクセスしづらい場所ですが、とてもいい場所でかなりのおすすめスポットです。希望の道、とても素敵な場所を見たら、土野庄方面に戻っていきます。道中、海を見ているととても綺麗で、あと醤油の工場があります。ここで醤油のソフトクリームを食べます。バニラに醤油なんてレベルじゃないくらい、とても美味しいです。すごいリピートしたい、そう思った一品でした。工場は外観しか見ていませんが、レトロな感じでとても面白かったです。奇景ってご存知でしょうか？気象とも言われ、意味としては珍しい景色、素晴らしい景色のことを言います。香川県の寒霞渓が日本三大気象の一つになっています。群馬県の妙義山もその一つです。今回、内海ダムから寒霞渓を見上げてみました。あまりにも雄大なすごい景色で驚きました。そして海側を見てもとても綺麗な景色を眺めることができます。近くにある桜広場から見てみましたが、ここからの景色もとても綺麗です。ダム自体もとても大きいもので、このダムから見上げる景色、見下げる景色ともに綺麗でした。小豆島に来てから上から見下げることが多かったので、島見上げてもとても楽しめました。今回の旅行、私はスクーターをレンタルしました。スクーターに乗っていて左側がすぐ海なので、綺麗な景色を見ながらツーリングができます。この映像はスピード感出すために倍速再生にしています。何倍かは秘密です。ただ、こんなところで警察のお世話になっても旅行つまらなくなるので、速度はきっちり30キロ守っています。寒波の合間の暖かい日に旅行行ったのでスクーター大丈夫でしたが、それでも1月はやっぱり寒いので、少し厚めの服かジャンパーみたいなのが必要かもしれません。夏だったらすごい最高かも。土野庄の迷路の町付近戻ってきました。エンジェルロードとか有名な場所を回ります。で、このエリアは土野庄の港から歩いて30分程度で来ることができます。なので、土淵海峡とか迷路の町とか五重塔とかっていうのは港から歩ける範囲と思います。小豆島に来てなんとなく楽しみたいなっていうのであれば、とてもいいエリアかもしれませんが、このエリアだけだと小豆島の面白さの 2% 程度しか楽しめないと思います。小豆島といえばのエンジェルロードに来ました。確かに綺麗です。これは見応えがある。ただ先ほどの言った希望の道と比べてしまうと、どっちがいいのかっていうのはなかなか考えものです。今回私スクーターをレンタルしましたので、こういった路地とかはスイスイ来やすくて、スクーターおすすめです。次に私が来たのは重ね岩です。すごく綺麗な展望を見ることができますが、すれ違いがものすごい厳しそうな細い道をずっと登っていき、そこからきつい階段をさらに登って、かなりこの辺りで筋肉痛、もう足プルプルの状態、上から見るとこんな階段を登っていきます。で、途中にちょっとした建物があって、ここでやっと着いたのかなーなんてちょっと思って一休みして、下とか見下ろすんですね。すごく綺麗です。ただこれで終わりじゃない。さらに上があります。歩いてると思います。ここよく道を作ったなと。そしてこのチェーンやポールに何回助けられたことか。これがなかったら落ちてたかもしれません。それぐらい険しい道を上がっていきます。それを登ったその先にはこの岩があります。落ちそうで落ちないこの大きい岩、そしてここの高さから見る瀬戸内海、とても綺麗。そして足元の海も色がすごく美しいです。で、遠くに見える島々もとても美しいです。あとは霞んでなければもっと綺麗だったのかもしれません。ここに登ってきたからには降りなければなりませんが、降りるときはもう撮影する余裕はないくらい怖かったです。駐車場にはカカオ湾っていうちょっとした喫茶スペースがあるのですが、この日はやっていませんでした。
小豆島旅行の最後に気持ちよく運動をすることができました。土庄の港に戻ってきました。ここからはまたフェリーで高松に戻ります。土庄の港も高松の港と一緒で、フェリーの切符売り場と高速艇の切符売り場、建物が違いますので気をつけてください。切符を買ったらこの建物でお土産を見ていきます。軽食なんかも食べられるようですが営業していませんでした。そして私がフェリーを選んだ理由は、この甲板に立ちたかったから、そしてそこから見える夕日を見たかったからです。小豆島とても楽しかったです。最後にこういった綺麗な夕日が見れてとても良かったです。フェリーおすすめです。小豆島、ただの島じゃなくてとても面白い島でした。そして私失敗したことがあります。それは私高松に泊まっていたんですけど、日帰り小豆島で来たんですけど、全然時間足りませんでした。多分小豆島の半分も回れていないです。なんで島の中で1泊または2泊してもっと回れた方がいいと思いました。今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。小豆島に行ってみたくなった方はコメント、いいねボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。